物をどうしても捨てられないあなたへ。今日は面白いゲームを紹介します。皆さんこんにちは、ときまるです。はい、ゲームと言ってもね、椅子取りゲームじゃないですよ。この間椅子取りゲームしましたけども、今日は椅子取りゲームじゃないです。割とね、実践的な、そして実用的なゲーム紹介します。その名も、30日間のミニマリズムゲームです。で、これはですね、アメリカの、ミニマリスト界の重鎮である、The Minimalists っていうユニットね、いますけども、何度も紹介してますけど、ジョシュア・フィールズ・ミルバンド、ライアン・ニコデマス。彼らが考案したゲームです。で、彼らが考案したゲームの中でパッキングパーティーというものがあるんですけど、それは何度も私の動画で紹介もしています。で、それとは別のですね、ゲームです。で、その名の通り30日でできるので、今日ね、6月30日ですよね。なので、明日から7月に入りますので、これチャンスです。はい。このね、夏前というかもう夏に入りましたけど、夏に不要なものを捨てられない人は捨てていくと。そのためのゲームにぜひご活用ください。それではじゃあ早速ルールをね、説明します。で、これ結構簡単で、簡単です。で、まずね、1日から始めるんですけど、その日にちの数だけ物を捨てていくっていう風なチャレンジです。で、つまり7月の1日だったら1個物を処分する。で、2日は今度2個処分します、物を。で、3日は3個処分する。で、ずーっと来て、で、最後30日は、30個。部屋の中から自分の持ち物を処分するっていうゲームです。ね、もうここでお分かりの方いるかもしれないですけど、私65個しかありませんので、もう残念ながらこのゲームには参加できません。はい。参加できないです。参加できないんですけども、ものすごくね、これから始めようとか、ちょっとね、断捨離したいんですよねとか、荷物減らしたいんですよねとか、引っ越しするんですよねみたいな人は、チャンスなので、ぜひ試してみてください。で、例えば30日間これを続けたとすると、物の累計が465個になります。だから465個のものを手放すことができるということです。で、これかなりの量ですよね。なかなかの量だと思いますよ、これは。だからもしかしたらこのチャンネルよく見てくださってるエクストリームな方たちは、もうこれできないかもしれないんですけど、もしね、これから取り掛かりますよって人がね、いたらね、チャンスかなとは思います。で、いくつか条件があって、で、そのね、処分というのは、家の外に出すっていうことが条件になります。で、これは単純に捨てるだけではなくて、寄付とか、あとは売却したりとか、売ったりとかね。で、誰か欲しい人にあげたりとか、譲渡したりとか。で、あとはリサイクル。リサイクルに出せるものは出すっていう風な方法を取ります。で、どうしてもそれ以外に当てはまらないものは捨てる、廃棄するっていう風な感じですね。で、その他のルールとしては、これオリジナル版では、友達とか家族と一緒にやると、競い合いながらやるっていうのが公式の推奨ルールになっています。で、これ途中でギブアップした人が負けっていう感じです。で、両者ね、二人ともいけたら、完走っていう感じになります。で、やっぱそのゲーミフィケーションというか、そのゲーミングの要素を取り入れてるっていうのは結構重要で、というのも、私タバコをね、吸ってたんですけど、タバコをやめたのもこういう感じで、ちょっと友達とかと競い合いながら、禁煙をしたんですよ。した経験があります。で、30になる手前に辞めたんですけどね、28とかだったと思いますけど、辞めては吸ってみたいなことをね、やってたんですけど、こういうふうに競い合いながら、で、負けた方が焼肉をおごるみたいな、その時してたのかな。ちょっと罰ゲームみたいなことをね、してやったら成功してるんで、意外と一人でやらずに、その友達とか、家族とかと競い合いながらやるっていうのは結構効果的かなと思います。はい、それから進め方のコツですね。進め方の手順を話していきます。まずスタート前に箱を用意します。で、その箱には、だいたいね、ラベリングを3つぐらいするといいと書いていて、で、まず寄付用。寄付する用の箱を作ると。で、今度売却用。売る用の箱を作ると。で、もう一つはゴミ箱っていう風な箱を作ります。で、この3つを作っておくと、自分が捨てるものをどこに置くかっていうのがまず迷わなくなるので、まずこれを作ります。そして、2つ目のコツとしては、目につく場所から、今度難しい場所っていう風な順序で進めていきます。で、やっぱ目につく場所っていうのは、攻めやすいので、例えばその机の上とかですね、机の上に財布があったりとか、いろいろね、ペンとかステーショナリー系あったりとかしますけど、そこ見えてるものから取り掛かると。で、それが終わってから今度、クローゼットとか、本棚とか、結構その隠れているボリュームゾーンを狙っていくって感じが、成功のコツ。いきなり難しいところからやろうとするとね、挫折するんで、最初はほら、1日で1個だから、
少ないですよね、数が。だからまあ、目につくものから処分していくって感じ。で、3つ目のコツとして挙げられているのが、今度写真とかで記録して投稿しようって書いてます。で、これまあちょっと自分の中で結構微妙かなと思うんですけど、まあその SNS とかに上げることによってモチベーションの維持と、その証拠確保に役立つっていうふうなことが書かれています。つまりこの自分はこれをちゃんとね、やってるんですよと、捨ててるんですよみたいな感じで、一個一個ね、こう、確かめてやることができるんで、まあ、例えばこれ遠隔でやってる人とかね、その遠隔の友達とやるときなんかは、これは役に立つかなとは思いますね。で、まあ、4つ目のポイントとしては、そのものが他のもので代替可能かってのを、変えられるかってのを考えることです。で、例えばハサミをなんかキッチン用のハサミと、通常用のハサミと、布切りバサミと、文房具用のハサミとみたいな、そのハサミがね、ダブついているときなんかは、どれか一つにまとめられないかとかね、そういうことを考えることによって、複数あるものを手放していくことができます。だから意外とさ、その30日とかになってくると1日30個捨てなきゃいけないから、これ結構大変だなって思うんですけど、でも例えば本当にそのペンとかさ、そういうこう、複数持っているものって結構多いと思うんですよね。最近で言うとその充電ケーブルとかね、なんかそういうものとか、あとはそのキッチン系の用品で、まあ同じような皿をたくさん持ってますとか、お箸とか、ハサミとか、そういうものって多分ものすごく重複するものだとは思うので、まあそういうものをその数が多い時にですね、どんどん入れて、手放していくと。で、進め方のコツ、まあ5つ目としては途中で、貯めても OK。これはまあなるべくね、緩くやりましょうってことで、まあ例えばその仕事があまりにも忙しすぎて、今日これを出すのは難しいなっていう時は、まあ2日間貯めて、2日目と3日目だったら、合計5個になりますんで、その5個をですね、まとめて出すみたいなことをも OK ということです。で、なかなかそのアメリカっぽいなってこれ思うのが、やっぱりその、外に出すっていうルールを設けてることですよね。なんかその辺がこうアメリカっぽいなって思いますね。結構まあ、ガレージ付きの家でね、なんかこう、自分の家の外に余裕があるみたいなね、こうイメージですよね。外に出すってことは。なかなかその東京とかの密集した、ね、マンションとか住宅地であれば、まあ一軒家持ってる人はいいですけど、ね、なかなかその、外に出すっていうのはなかなか難しかったりしますよね。マンションのね、その内廊下とかでね、なかなか外に出しておくわけにもいかないんで、まあその辺は、まあアレンジして緩くね、ゴミを捨てるまでは家の中にキープするけど、例えば玄関側に置いておくとか、決まった場所に置いておくみたいなことでいいかなとは思っています。はい、そんな感じです。まあルール簡単ですよね。だからもう本当に1日1個を捨てていくと。その日の数字の分だけ捨てていくと。だからやっぱりその月の始まりからやるっていうのが一番取り掛かりやすいかなとは思いますね。で、これも実はもうこれ知っててやってますよっていう人には、意外とそのアレンジ版っていうのがあって、このアレンジレシピっていうのがあるんですよ、これ。もうこれいろんなこと考える人がいるんですよね、本当ね。で、例えば、この30日間のミニマリズムチャレンジを、デジタル版でやるっていう方法があります。で、これは例えば物理的に見えるものではなくて、ファイルとかね、アプリ、そういうものを同じルールに沿って、削除していく。そういう感じです。そうすることによって、スマホとかPC とか自分のワークスペースの最適化、軽量化ができます。で、他にあるのは、これリバース版っていうのがあって、で、つまりその逆回転ですね。30日から1に向かって始めていくってことです。だから一番最初にもう30個捨てるってことです。30捨てて、次は29、28、27っていう風に、どんどんもう捨てる数を減らしていって、最後はじゃあ1個だけ捨てるっていう風な感じになるってこと。で、これなかなかハードルが高いし、レベルが高いです。でもその代わり、その最初の勢いっていうのがつけやすいので、だからそのものすごくものが多い人とか、性格によってはこっちの方が向いてる人もいるかもしれません。だから一番最初にもう30日スタートで30個。で、次は29個出す。だからなんか、本当にその、ゴミ屋敷みたいなね、もしね、とことか、ものすごくものが多いんですよみたいな人は、このリバースチャレンジっていうのは意外と、リバース版っていうのは意外とありかもしれないですね。で、他には、ペアチャレンジっていう風な方法もあります。で、これはカップルの方とか、同棲してる方とか、家族がいる方とかにおすすめの方法で、これは一人ではなくて、二人一組でやるって感じですね。二人一組で足し算して処分していくっていう。だからまあ、意外とその共同生活をしていて、同じ部屋の中とかのものを減らしたいなって人は、夫婦とかね、パートナーとかと一緒に、今日じゃあ1日なので1個捨てましょう。2日なのじゃあ今日2個何か選びましょうって、まあ相談しながら、今日これ行こうか、明日これ行こうかみたいな感じで、捨てていくと。これは結構一人でやるよりも結構ね、相談しながらできるんで、もしね、同じような気持ちであればね、楽しいかなと思います。ただね、その気分が
違って一人は捨てたいんだけど一人は捨てたくないっていう時は、喧嘩になるんで注意してくださいね。うん。喧嘩になってね、夫とか、嫁とか断捨離したら、取り返しつかなくなっちゃうんで、そこは十分にご注意ください。はい、ということで、ミニマリズムデクラテル。30日間のミニマリズムっていうことで、今日はミニマリズムゲームについて話をしてきました。残念ながら、私はこのチャレンジに参加できないんですけど、もしね、明日からこれやりますって方いたら、コメントで教えてください。で、この私のコメント欄を、報告に使っていいんで、今日1日捨てました、2日なんで2個捨てましたみたいな報告にちょっと使ってもらっても大丈夫なんで、もしやる方は教えてください。なかなかハードル高いよ。これ30日っていうか、1ヶ月やるって決めるとさ、なかなか1日1個、その日の数だけ捨てていくっていうのは結構難しいと思いますけど、終わった後にはね、460個か、465個、30日で。7月は何日まである？ 7 月は31日まであるかな。31まであるよね。31まであるね。7月はね。だから、7月31日まであるから496個。もうほぼ500個。500個のものを処分できるってことになりますね。これは結構な数で。ちょっとその間に結構やっぱ、自分のミニマリズムレベルっていうのも上がるし、すごいその判断の力とか、選ぶ力とか、考える力みたいなものってものすごく使うので、意外とやっぱ捨てるってことがいかにエネルギーを使うことか、そして終わった後には本当に捨ててよかったなと。じわりじわりとね、その良さが出てくると思いますので、ぜひ、物が多い方はチャレンジしてみてください。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。